どうもベンコです。今回はこの OBD2 メーターを取り付けていこうと思います。ただ普通に取り付けるのでは面白くないので、ある場所に加工して取り付けてみようと思います。頭の中でイメージしているだけなので、うまくできるか心配です。取り付ける位置はメーター横の小物入れに取り付けようと思います。入れて貼り付けるだけでも取り付けできそうですが、すっきり見た目もよく埋め込んでみたいと思います。横のボタンも使えるようにしたいです。まず本体を分解していきます。中がどのような構造か調べてみます。モニターのケーブルが短いです。これでは考えた形にはなりそうにありません。こんな形でモニターの横からボタンを出したいんですよ。そのためにはケーブルの長さが足りそうにありません。そこでこんなものを購入してみました。フレキシブルケーブルと延長基板です。この手の知識は乏しく、一か八かで買ってみました。ネットの情報じゃ出てこないんですよね。こんな感じにつなげてみました。さて動くのか、マイクロ USB で確認してみます。お、動きました。これで延長問題は解決です。次はこのモニターの枠だけを使いたいので、そこを切っていきます。ダメです。硬すぎて100均ルーターでは切れません。道具がないので力技です。切れたらボタンを通す穴を開けていきます。穴の大きさは良さそうです。ここで問題発生です。横の出っ張りと厚みが邪魔で裏から刺すことができません。あと基板をここに配置するとモニターの設置も厳しそうです。さすが頭の中だけで考えたプラン。やってくれますね。とりあえず配置を変えるためここまで切りました。実際に合わせて位置を決めていきます。
最終的にたどり着いたのがこの形です。枠とこの100均収納の蓋を使ってパネルを作っていきたいと思います。ビニールで型を取っていきます。後から調整するため大きめに取っておきます。この蓋はハサミで切れるので加工が楽です。モニター枠部分も切っていきます。だいぶ形になってきました。ボタンの穴も新たに開けておきます。枠と蓋を接着していきます。接着に使うのは以前も使ったことがあるプラリペアです。プラスチック溶接と言われるほど強力なプラスチック補修材です。つけるところはヤスリが消しておいた方が良いです。接着力がアップします。できました。結構ガチガチにくっついています。パテを持って整えていきます。パテ盛り、削りを何回か繰り返してこのくらいになりました。ただしこの後下地のヤスリ掛けを忘れていたせいで一部のパテが剥がれてしまったのでもう一度やり直しておきました。イメージはこの形です。サフェイサーを吹いてペーパーをかけて塗装します。色は無難に艶消しブラックです。パネル部分の完成です。なかなかうまくいったんじゃないでしょうか。枠が平らじゃないのが良いですね。今回の動画はここまでにしておきます。まだ少し作業が終わってないんですよ。もしよかったら次回見てやってください。うまくできると良いですが。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。